皆さんこんばんは。ミスタービヨンドです。生命が住める可能性のある惑星がついに見つかりました。しかも、そこに生命が存在するかどうかは私たちが生きているうちにわかるかもしれないんです。見つかった惑星の名前は GJ887d。南魚座の方向、地球から 10.7 光年先にある GJ887 という星の周りを51日かけて公転している惑星です。実はこの星、以前から天文学者たちが注目をしていた星です。2020年に GJ887 の周りを公転する2つの惑星がすでに発見されていたのですが、ただその2つはどちらも星に近すぎて温度が高く、生命が住むには厳しい環境でした。ところが当時からもしかしたら3番目の惑星があるのかもしれないという信号が検出されていたんです。でもその信号は惑星由来のものなのか、はたまた恒星自身の活動によるノイズなのかは分かってはいませんでした。それが今回ついに本物の惑星だったと確認されました。しかもその惑星は生命が住める可能性のある場所にあったんです。やばすぎです。このニュースはチリの超大型望遠鏡とラシア天文台の高精度分光器を用いた研究チームによって確認され、アストロノミー&アストロフィジックス誌に掲載予定の論文として発表されました。この惑星が特別な理由はハビタブルゾーンにあることです。ハビタブルゾーンとは水が液体でいられるちょうどいい領域のことです。熱すぎると水は蒸発するし、冷たすぎると凍ってしまう。地球がまさにそうであるように、この惑星も同じくハビタブルゾーンにあることが確認されました。そしてこの惑星、なんと地球の約6倍の質量を持つスーパーアースだったんです。なので重力は地球よりもはるかに大きいと推測されていますが、実はこれ生命の観点からはむしろ有利な面があるんです。重力が強いほど大気をより強く引きつけられますし、大気が熱ければ水が蒸発しにくくなるからです。地球と同じ環境かどうかはまだ分かってはいませんが、少なくとも生命にとって必ずしも不利な環境ではないことは確かなんです。もう一つ、この星には重要な特徴があります。GJ887 は赤色矮星という種類の星なのですが、こういった星は普通かなり荒れているんです。強烈な爆発を頻繁に起こすことで、周りの惑星の大気をどんどん削ってしまうからです。ところが GJ887 は赤色矮星でありながらも異例なほど穏やかだったんです。研究者たちは論文の中で地球と同レベルの宇宙船環境と述べています。つまり大気が削られずに残っている可能性が高いということです。ただ、一つだけ問題があります。実はこの星は 10.7 光年という遥か彼方に浮かんでいるため、今の地球の技術では到底たどり着けない距離にいるんです。1光年というのは光が1年かけて進むことのできる距離のことで、キロメートルに直すと約9兆5000億キロメートルもあります。10.7 光年はその10倍以上ですから、地球とこの星の間には約101兆キロメートルもあることになるんです。人類が打ち上げた中で最も速い探査機の一つ、ボイジャー1号は秒速約 17km、時速約6万 km というとんでもないスピードで今も宇宙を進んでいます。それでもこの星に到達するには約19万年もかかるんです。人類が農業を始めたのが約1万年前ですから、そのさらに19倍の時間を使ってようやくたどり着けるくらいの距離なんです。宇宙広すぎですよね。19万年もかかるなら調べようがないんじゃないかと思えてきますよね。ただ、立ち止まって考えてみると、遠くの山を見るのに山まで歩いていく必要はありませんよね。望遠鏡があればその場から山の様子を見ることができるからです。宇宙望遠鏡もこれと同じです。惑星まで行かなくても光を分析することで、その惑星の大気に何が含まれているのかを読み取ることができるんです。2040年代の打ち上げを目指して現在 HWO という次世代の宇宙望遠鏡の開発が進んでいます。この望遠鏡は近くにある惑星の大気を直接分析する能力が期待されている最強の宇宙望遠鏡です。もし大気の中に酸素が見つかれば、それは生命がいるサインになり得るんです。なぜかというと、酸素は放っておくと他の物質と化学反応を起こしてどんどん消えていく物質だからです。大気に酸素が残り続けているということは、誰かが作り続けているということです。地球では植物や微生物がそれをやっています。つまり酸素が大気にあるのなら、そこに
何らかの生き物がいる可能性があるんです。この惑星はその分析が届く数少ない惑星の一つなんです。これは遠くなれば遠くなるほど光は弱くなり分析できなくなるからです。もちろん分析できるからといって必ずその惑星に生命がいるかどうかはわかりません。ただ宇宙のどこかにいるかもしれないという話が今回初めて住所を持ったんです。南魚座の方向 10.7 光年先 GJ887D です。今この瞬間もその惑星の光はこちらに向かって進んでいます。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。